こんにちは。行政書士社会系労務士の小園です。中小企業経営のちょっといい話ということで動画をお送りをしております。今回は外国人関連としてですね、在留資格について解説をしていきたいと思います。在留資格の中にですね、特定活動というのがありますけれど、この特定活動に一つまた、在留資格が追加をされるという形になっております。どういった内容で追加をされるのかといいますと、デジタルノマド人材に対する特定活動としての在留資格という形になっております。今回の概要ですけれど、在留資格とはまず何なのかというところについて簡単に見ていった上で、在留外国人数の推移について見ていきたいと思います。そして在留資格の中の特定活動とはどういうものなのかについて、そしてこの特定活動の中で新たに創設をされたデジタルノマド人材に対しての在留資格は具体的にどういったものなのかについて見ていった上で、最後に注意点とまとめという形になります。まずはですね、在留資格とは何かといったところですけれど、通称ビザというものですけれど、こちら日本語に訳すと査証というものになっております。正式にはですね、旅行先の国々の在日大使館ですとか領事館が与えるその国に入国するための事前の審査証というのが、ビザというものになっております。ただしですね、日本で、よくビザと言いますけれど、このビザといった場合は、ほとんどの場合が在留資格を意味することがほとんどという形になっております。そしてこの在留資格は何なのかと言いますと、外国人が日本に滞在するために必要な資格ということで、ビザ、査証と言われるものに関しましては、入国のための書類ではありますけれど、いわゆる日本語でいうビザ、在留資格に関しては滞在するための資格ということで、本来はこの2つなければいけないという形になっております。そしてこの在留資格ですけれど、この滞在の種類に関しましては、働くためであったり、結婚をしたからといったさまざまな理由があるかと思います。そしてその目的に応じて約30種類ほどの在留資格というのが存在をしております。そして、日本人がですね、海外に行く場合にも本来ビザ、査証というのも必要ですけれど、やはりこの入国のための事前審査というのが省略をされている、免除されているといったところで、よく聞くかと思いますけれど、日本のパスポートランキングですね、今現在2023年現在で日本は3位ということで、ほとんど多くの国にですね、訪問する場合には入国のための事前審査というのが不要という形になっております。そして外国人の方が日本に滞在するための在留資格ですけれど、こちら約30種類ほどありますけれど、その中の一つとして特定活動というのがあります。この特定活動というのはですね、法務大臣が個々の外国人について、特に指定をする活動といった形で、その場その場で状況に応じて、作ると考えるといったものになっておりまして、あえて法制化する必要はなく、機動的に創設することが可能なものとなっております。そして在留外国人数の推移ですけれど、令和4年度末になりますけれど、こちら過去最高を更新といった形で307万人の在留外国人という形になっております。在留資格別で見てみますと、永住者の方がですね86万人、そして技能実習の方が32万人、この技能実習に関しましては、令和6年の通常国会の中で、発展的な解消という形で育成就労制度への移行という形でもほぼ決まっているといった状況ではありますけれど、そしてその他にですね、いわゆる擬人国といわれる技術人文知識国際業務という在留資格を得て日本で滞在をする方が約31万人、そして留学といった形で留学の方が30万人、この留学につきましても、海外から日本に留学する方を増やしていこうという取り組みも行っておりますし、日本から海外に留学をする方もどんどん後押しをしていこうという動きもあります。またですね、この技能実習制度の廃止といったところに伴って永住に関しましてもですね、永住資格に関して、1回取ったらもう終わりという状況ではあるんですけれど、こちらの方を見直して、納税状況に応じてですね、在留資格の永住というのを取り消そうという動きもちょっとあったりします。
そして、在留外国人自体は307万人という形になっておりますけれど、就労する外国人に関しましては、直近のデータでいきますと200万人を突破と、過去最高という状況になっておりますので、やはりですね、日本に来る方、日本で働く方というのがどんどん増えてきているといった状況になっております。新型コロナウイルス感染症が流行して、日本に来る外国の方がほとんどいなくなったといった状況ではありますけれど、新型コロナウイルス感染症が落ち着いてきた中でですね、やはり日本はですね、観光立国推進というのを進めておりまして、訪日外国人、いわゆるインバウンドをどんどん拡大をしていこうという動きになっております。まずはですね、2025年を目標にビジネス目的の訪日客の消費額というのをですね、新型コロナウイルス感染症の前の2019年比で2割増の8600億円を目標に掲げているといった状況になっている。そして2025年までに訪日客数というのを3200万人まで拡大をしようという目標を掲げております。ちなみにですね、2030年には6000万人を目標という形になっております。今現状ですね、2019年のデータではありますけれど、2025年の3200万人という日本の目標、どのぐらいの水準なのかといいますと、タイで言いますと、だいたい年間3500万人というふうに言われております。そして一番多いのがフランスで8600万人という形になっておりまして、ただ、フランスに関しましては8600万人の観光客、を受け入れる、反面ですね、オーバーツーリズムといった問題も出てきている。日本でもですね、各地観光客がどんどん増えてきたことで、オーバーツーリズムの問題は出てきておりますけれど、そういったところもありつつは、訪日の外国人を増やしていこうという動きにはなっております。そして2023年の12月、単月ではありますけれど、訪日の外国人客というのが273万人でコロナ後最多をマークして、そして2023年の年間合計では合計で2500万人を突破をしたといった状況になっておりますので、あと1年ですね、2025年の3200万人といったところに関しましては少し視野に入ってきていると。さらにですね、2030年には日本はですね、6000万人の訪日外国人目標というのを掲げておりまして、この6000万人というと、観光客のランキングでいきますと第4位の中国がですね、約6000万人ですので、ここと同じレベルまで引き上げていこうという目標を掲げております。そして在留資格のこの特定活動という話ですけれど、この在留資格特定活動、例えばですね、こんなものがあります。EPA における看護師さんですとか、EPA の介護福祉士の家族の方を呼ぶ場合、またインターンシップですとか、家事使用人、そして観光や保養を目的とする長期滞在者とその配偶者などが特定活動として認められるといった内容になっております。最近ではですね、ミャンマーの方の緊急避難措置として特定活動が認められるといったものが非常に多くなってきているといった状況です。日本の国内にいるミャンマーの方がですね、引き続き在留を希望する場合には、1年間の在留と就労が許可されるといった状況で、情勢次第ではさらに更新も可能という状況で、今ずっと更新がされている状況ではあります。また難民申請をしている方につきましてもですね、審査を優先をして進めるという形になっておりまして、難民と認められなかった場合はですね、緊急避難措置の方の特定活動で在留資格が認められるといった状況になっております。そしてですね、昨今でいきますと、ミャンマーにつきましては、2010年に法律化をされた徴兵制度というのがあって、実質行われていなかったようですけれど、新たに開始をするという形で、男性は18歳から35歳、女性は18歳から27歳ですね、原則2年としての兵役を行うと、そして最大5年まで延長ができるといった状況で、まだまだミャンマー国内もですね、落ち着いていかないといった情勢ではありますので、この緊急避難措置の特定活動、まだまだ更新延長できるのではないかなというふうに思っております。
そんな中でですね、特定活動デジタルノマドというのが追加をされたといった状況になっておりまして、デジタルノマドというのはですね、国境を越えて移動しながら IT 関連の仕事をする方たちについてはデジタルノマドという言い方をしておりまして、この方たちに関しましては6ヶ月の滞在と就労を認めるということで、やはりですね、目的としては消費の拡大という形、そして優秀な外国人材の呼び込みといったところがありまして、その要件としてはですね、ビザ多少の免除対象の国で日本と租税条約を結んでいる国や地域の方たち、そして日本滞在期間を含む年収が1000万以上の方、そして日本の医療保険に加入をするなどの要件がありますけれど、この特定活動の在留資格につきましては、配偶者、子どもの帯同も可能という形になっております。現在ですね、デジタルノマドの方を対象とした在留資格はないという状況で、出張や会議などで目的で来る場合は短期滞在の在留資格で入国をしていただくという状況になっておりますが、滞在期間は最大で90日となっておりますので、90日を超える場合は就労ビザを取得する必要があるんですけれど、なかなか、日本の拠点にある企業から報酬などを得る必要があるといった要件がありますので、なかなか就労での在留資格を取得するのが難しいといった状況ではあります。そして最後に注意点とまとめですけれど、ノマドという言い方をしましたけど、このノマドですけれど、もともとは遊牧民を指す言葉ではありまして、デジタルノマドというのはですね、IT を活用して世界各地を渡り歩きながら働く人を指すものというふうになっております。そして、このデジタルノマドの方はですね、リモートで場所を問わず働ける、という特徴がありまして、フリーランスですとか、海外企業に所属する人が多く、デジタルノマドの人は、高所得者が多いと。そしてですね、世界に約3500万人いると推計されておりまして、市場規模は約110兆円に上るのではないかといった試算も出ているといった状況です。また、この特定活動のデジタルノマド人材の在留資格ですけれど、この租税条約につきましてもですね、この租税条約締結している場合は、日本を訪れた短期滞在の非居住者の方は免税になると。そして、どういった国があるかというと、アメリカ、イギリス、オーストラリア、韓国、台湾など、多くの主要な国、49カ国の国や地域が該当するといった状況になっております。今日の内容が明日からの経営にちょっとだけ役に立つことを願っております。ご視聴ありがとうございました。それではまた次回。